山下弘子さん、当時18歳。山下さんは大手町の元公会堂の近くにあった3階建ての自宅で被爆しました。被爆後、吉島にあった飛行場に5日間避難しました。山下さんは体に36箇所も傷を受け、髪も抜けました。山下さんの頭髪は広島の原爆資料館に展示されています。木ぐらいしかないわ。もう何十年ぶりっていうか、やっぱり本当に長吉寺さんと本教寺さんが残ってますね。敷地だけはね。だからでも建物は全然違いますしね。もうコンクリートになってますね。で周囲がもう全然違った建物になっておりますからね。昔の静かな街並みじゃないですね。山下さんはどの辺に住まわれてたんですか？この長吉寺さんから3軒隣なんです。3軒向こうなんです。で当時はやっぱり家が全部詰まって建ってありましたから、この並びは4軒しかなかったですね、ここからね。でやっぱりこううちの前からちょうどここに墓場がありましてね、こう生垣があったんです。だから私はその時は原子爆弾が落ちた最初に見たものはこの生垣のピカッと光ったその光ですね。で足はもう下半身37箇所傷で向こうすねのとこはね骨が出ておりましたし、なんで歩けたか本当に不思議なぐらいでしたね。一歩も動けない状態になりました。そして6日ほどそこにいたんですけど、やっぱり次々亡くなっていく方がちっちゃいお子さんとかなんかもあるんですけれど、私印象に残ったことでさっきおっしゃいましたけれど、大抵子どもさんが亡くなる時は夕焼け小焼けとか童謡ですね。当時みんなが歌ってた童謡を歌ってるわけですね。それで電灯も何もないんですから日が暮れれば真っ暗なんですけど、あっちこっちでそういう声だけは聞こえるんです。そして聞こえなくなったなと思ったらもうあくる日は死骸になってるんですね。だから次々もう辺りは死骸になって、私と弟とだんだん寂しくなるわけですね、生きてるものっていうのは。そして中には家族の方が連れに来られる方もあるので、だんだん私でも寂しくなって、でも母もみんな死んでると私は思い込んでましたので、もうこの子をなんとか私が育てていかなきゃいけないんだっていうような気持ちもあったりして、もう弟をとにかくかばっていたんですけれど、どうしようもなかったです。私が何をしてやるということもできませんで、6日目にやっと私の勤め先の方に見つけていただいて、で担架でこの支柱を横切って祇園まで連れて行っていただいたんです。で弟はおんぶしていただいて3人の方にお世話になりまして、で途中で元安橋かどっかで小休止いたしたんです。その時に私がずっと寝てるもんですから空しか見てないんです。その下の方はあんまり見てないんです。さあ下ろされてびっくりしたのが、もうプスプスまだ燃えてる人体やら、もうそのすごさっていうのはびっくりしました。そして問い口でね材木をこう上げるように死骸を上げるんですね、川から。でそれがもう本当に無数に並べてありまして、その死骸はもう本当に赤く膨れ上がった同じようなとにかくまっすぐの形の死骸はないんですけどね、全部硬直してるんですけど、ちょうど鳥の照り焼きのようなね、そういったのがもう本当無数に並べられてありまして、それはもう本当にショックでございました。そしてそれから祇園に着きまして、で母たちは助かって一応荷車にシーツを
応意をして私を迎えに来てくれました。その時にはもう本当に嬉しくてですね、もう抱き合って泣いたんですけど、弟はもう本当気が触れたようになってましたので、もう母を見てもポカーッとしておりました。でまだその時は何が何やらみんなもわからない状態で、ただ私の方が重体という感じで、弟は無傷だったので、もうとにかく私をカンフル注射を田舎の医者の門を叩いてはしながら壁を通って小河原まで連れて帰ってくれました。でもう私も本当に母やなんかのそばに帰れてよかったんですけど、それからがもう今度は死との戦いでね、もうべったりもう渋滞になっておりまして、でも弟は8月21日に2人とも髪の毛が抜け出したんですね。で弟はもう傷がなかったために遊ばせられてたんですね。元気で遊びなさいっていうの。そしたら急に発熱しだして、で21日に熱が出て髪の毛が抜けたと同時に発熱しました。そして2日2晩鼻血が抜け続けなんですね。で小さい体で本当にあれだけの血液があるんだろうかというぐらい、もう片方の母が受けてますでしょ、タオルで。そしたらみるみる真っ赤になるでしょ。そして次の姉が今度は小川で洗ってる間次のタオルを受けてるんです。もう日中夜です。出続けです。そしてその挙句血液が固まりだしまして、そして息がだんだん難しくなって、でも本当に死ぬ時のありさまはね、私も今でも思うんですけど、立派に本当に立派に亡くなりました。そして父や母にもね元気で頑張ってねっていう言葉を残しまして、そして死んだらちゃんと敵を討ってもらうからねというような言葉も言って、みんなにお別れを済ませて亡くなりました。亡くなった瞬間ですけどね、それは腸とかね胃とかね内臓がね全部口から出て洗面器いっぱいになりました。だからそういったことが医学でねあんなことがあるもんでしょうかね。それを目の当たりにされて、もういつか私もと。もう私もあれと同じような死に方すると思ってました。で私はその直後にも本当に喉がエソ性の口内炎っていうんですか、もう全然水も通らなければ唾も通らない状態になって、でもう死ぬるっていう状態で過ごしたんですけど、この喉の中の腐ったものが破けましてね。で私は最後に「君が代」を歌いたいって言ったんだそうですね。でその「君が代」を歌おうと思ってももちろん声は出ないんですけど、で歌が好きでしたのでよく歌ってたもんですから、で声が出ないねってこう絶句して泣いたんだそうですね。その時の力が入ったんでしょうか、その袋がバーッと破れて腐ったものが出たんですね。それから喉へ水が通るようになって、でもう本当にダメだっていうところが助かったんです。白血球が減少してるのはもうずっとなんですけれど、ここにちょっと硬いものが触れるようになったんですね。でそれでやっぱりちょっとおかしいというので切ってみましたら、やっぱり当時は甲状腺のがんがね多かったので、それだったもんですから右側を昭和32年に2度切りまして、そしてその後落ち着いていたようなんですけれど、他の病気がたくさん出ましてね、もう子宮も取っていませんしないのですし、胃にも食道にもポリープがあって、それをずっと何ですか、毎年こう一つ摘出したんですけど、毎年追跡していかなきゃいけないし、腎臓もこれもずっと追跡しなきゃいけない状態です。それで昭和53年に
今度は本当に両方が悪くなりまして、甲状腺両方取りまして、で副甲状腺もないんです。でこのリンパ腺も全部取りましたので、今はこう薬を頼ってなくては生きていけない状態なんですね。だから戦後40何年経ってますけど、本当に今日は健康だったなというのは一日もないと本当にそんなんですね。どっか国家が悪くて、それは周囲のものにも支えられてきたから来れたんですけれど、やっぱり本当に弟が死んだ時の内臓が全部口から出るぐらいの同じ量の放射線を浴びたということは確かなので、だからどんなことが今から起きてもね、不思議はないねとは思っております。だけど弟の死をね、本当に無駄にしないように、これから私もねその分は生きていかなきゃいけないという気持ちがあるもんですから、こうして生きてきてるんじゃないかと思いますけれど、私どもは死んでいく人間で、もうあとそんなに生存者はね、あと何年もいないと思うんですけれど、その後に残ったね受け継いだやっぱり放射線というものがいくらか残ってくると思うんですね。でもそういう人は全然自分が直接その目に遭ってないもんですから、どんなに悲惨なもんかということは私がいくらお話ししてもね、何分の1も分かっていただけるような話もできないし、この目に焼き付いたそういった悲惨なことはね、やっぱりもう今からの核はあれどころじゃないと思うので、もう地球のどこに落ちてもね、どこで爆発してもいけないことだと思うので、もう絶対にそういうことはやめていただきたいと思います。だからもう私どもは本当にもうあと何年も生きていないので、次の人がやっぱりこういった話をね聞いてくだされば、またそれを伝えていただければいくらかは残るんじゃないかと思うんですけれど。